ニアは大好きなノルウェーのメタルバンドの3時間のコンサート後、友達がそのコンサートを絶賛する声が聞き取りづらいことに気がつきます。まるで部屋の端と端で話しているかのようです。小さくなった友達の声が耳鳴りのせいで聞き取りにくいのです。翌朝にはその影響はほとんどなくなりましたが、アニアは思います。何がこの症状を起こしたのか、自分の聴力は完全に回復したのか、聴力に損傷を与えることなくコンサートに行けるのか。これらの疑問に答えるには、音とは何か、どのように伝わるのかを理解する必要があります。小石が水面に波紋を作るように、音は空間を通して分子が振動することで生じます。音の振動は固体や液体を通して伝播できますが、私たちの耳は空気の振動を処理するように進化してきました。これらの気圧の波が外耳道に入り鼓膜を振動させます。次に耳小骨連鎖と呼ばれる3つ組の骨が蝸牛の中にこの振動を伝えて、気圧の波から蝸牛の中の液体の波へと変換します。ここで私たちは音として認識します。液体の波が基底膜と呼ばれる何万もの有毛細胞が並ぶ組織に伝わり、これらの有毛細胞の固有の振動とその頂上に位置する不動毛によって脳が知覚する聴覚信号が決定されます。残念なことにこれらの細胞は非常に脆弱です。これらの細胞に損傷を与える音の特徴が2つあります。まず1つ目は音量です。音が大きいほど振動の圧は大きくなります。耳の過聴域の上限には個人差がありますが、有毛細胞は120デシベルを超える音に近距離でさらされると屈曲したり吹き飛ばされたりして永続的な聴力の障害が起きてしまいます。もっと強力な音になると耳小骨連鎖の脱臼や鼓膜が破れたりします。音の要素は音にさらされる時間です。危険なほどに大きな音はすぐに耳に障害を与えてしまいますが、小さな音圧でも長時間さらされると有毛細胞は損傷を受けたりします。例えばドライヤーであれば20秒以内なら使っていても安全です。しかし8時間連続で聞き続けると、この比較的小さな音圧でも不動毛を酷使し有毛細胞を支える組織が主張してきます。そうなると適切な速さと正確さで振動できなくなり、音がこもって聞こえるようになります。このような聴力低下は一過性域地変動として知られ、多くの人が人生で一度は経験することでしょう。アニアの場合、コンサートの大きな音を3時間聞いただけでこの状況を引き起こしたのです。幸い時間が経つと主張が軽減するので、通常は改善する一時的な症状です。多くの場合、単に危険な音を避けるだけで有毛細胞は自然に回復します。1回の一過性域地変動では永続的な聴力低下はほとんど起きません。しかし危険な音量に頻繁にさらされると、常に虫の羽音のような耳鳴りが起きたり、騒音の中で会話を理解できなかったり、広範囲な聴覚障害が生じてしまいます。有毛細胞を酷使すると活性酸素と呼ばれる危険な分子が生じる可能性もあります。この分子は付帯電子を持っており、近くの細胞から電子を奪うことで内耳に永続的な障害を引き起こすのです。聴力の低下を防ぐ対策は数多くあります。イヤホン型のヘッドホンに関する最近の研究では、1日に90分以上使用する場合、音量を 80% 以下にするよう推奨されています。遮音機能のヘッドホンも小さな音量で聞くのに役立ちます。あなたの基準聴力を理解しておくことも聴覚システムを守るために大切です。目や歯と同じように耳も1年ごとのチェックが必要です。全地域に聴覚訓練士がいるわけではありませんが、世界中の団体が携帯式の聴力検査と簡単に使えるアプリを開発し、重要な資源を僻地に届けています。最後に、長時間大きな音にさらされると分かっている場合は耳栓をつけてください。耳栓の効果は適切に挿入できたかによるので、説明書をよく読んでください。しかし正しい装着であれば、大好きなバンドを何度も聴けると耳栓は保証してくれます。もっと学びませんか？ビデオを見て基地の知識へ挑戦したり、未知の知識を学びましょう。チャンネル登録で好奇心を忘れずに。